ヤフオクのジャンクの山から発掘した大量のシルバーアクセサリー。果たしてこれは本物なのか、それともメッキなのか。ルーペで刻印を探し、品位ごとに仕分け、さらに銀以外のパーツを分解し、宝石も一粒残らず回収します。そして気になるのはいくらで売れるのか。最後にはリアルな査定結果を発表します。ぜひ最後までご覧ください。どうも、ジャンク鉱山ラボです。この動画でわかること、仕分け作業、刻印をチェックしながら銀の品位ごとに分けていきます。次に分解作業、スクラップとして売るため、銀以外のパーツを外して宝石を回収します。そして最後はいくらで売れたのか、査定結果を発表します。作業開始。まずは重さを測ります。474g。袋や容器ごとに重さを測ることを風体込みと言います。本来はこの風体を引いて小児の重さを出すべきなんですが、この後仕分けや分解作業をするとどうしても重さは減ってしまいます。スクラップの評価額で一番大事なのは重さと素材 1g あたりの買取単価です。だからこそ仕分けや分解が終わった後の重さが重要なポイントになります。では早速ルーペで刻印を確認しながら仕分けていきましょう。仕分け作業。まずは緑色の石がついたカフス。これは K18GF と銀製の刻印があります。GF はメッキや梁のことなので18金のメッキですね。同時に銀製の刻印もあるので、おそらく銀に金メッキをかけたものだと思います。見た目は黒くなっていますが、一部に金色が残っています。これは銀に金メッキをした製品が経年変化をした時の特徴と一致します。次も気に入って綺麗な宝石付き。こちらも金色と黒くなった部分が混ざっています。刻印は銀の一文字。多分これも銀に金メッキでしょう。この辺りは紛らわしいので赤い焼酎のキャップに入れておきます。次はロイヤルシルバー。この刻印は実はシルバーじゃないやつです。しかもシルバー P というのもありました。P はプレイテッド、つまりメッキの意味です。この場合は金メッキですね。わざわざ2箇所も刻印がありますが、中身はメッキ製品です。シルバーと混ざらないように別の焼酎キャップに入れておきます。はい、やっと普通のシルバー刻印を発見。これは少し大きめの箱に入れます。シルバー925。定番ですね。
シルバー850。これは品位がちょっと低め。なので黒い焼酎のキャップに入れて分けておきます。銀製850という刻印もありました。これは先ほどのシルバー850と同じ仕分けです。こちらのタイピンは挟む金具に半分隠れる位置に刻印がありました。シルバー刻印です。刻印はこういう風に分かりにくい場所にあることがあるので、注意深く全体を確認することが大事です。仕分け中。仕分けを続けます。銀900という刻印がありました。これは品位が850より高く925より低いので別に仕分けます。そろそろ集中力が切れてきたので、ここで酎ハイでブーストを。これで一気に仕分けが進められます。シルバー950の刻印も発見。これも別で仕分けます。さらに仕分けを進めていくと、シルバー刻印の箱がいっぱいになってしまったので、大きな箱に入れ替えます。空いた箱はシルバー950用に使いましょう。そして最後に出てきたのはこの指輪。実はこれ過去にブランド品を宅配買取に出した時に取扱対象ブランドではないという理由で返却されたものです。気になる方はぜひ過去動画をご覧ください。某企業ロゴの隣に SV の刻印があります。SV はシルバーを省略した刻印。おそらくこれも銀製品でしょう。私はリア充さんではないので、これも銀のスクラップにして循環型社会に貢献します。分解作業。ここからはスクラップとして売るために銀以外のパーツを外す作業です。カフスのこのパーツ、外側は銀でできていることもありますが、中には別の金属板、通称板バネが入っています。これがついたままでは銀のスクラップとしては売れません。さらにシルバー製品でもこの部分は最初から銀を使っていない場合もあるので、取り外しが必要なんです。ちなみにこの板バネから銀を分離する作業については過去動画で説明していますので、興味がある方はぜひどうぞ。ただしこの作業は非常に手間と時間がかかるため、今回は保留とします。タイピンの場合、この鎖の部分が銀でないことが多いです。さらに挟む構造のバネの部分もほとんど銀ではありません。こうして銀と銀以外のパーツを分ける作業は延々と続きます。宝石の回収。アクセサリーには装飾として様々な宝石が使われています。シルバー製品にはガラスや模造石が多いのですが、意外と天然石が
使われていることもあります。過去にはダイヤモンドを発掘したこともありました。さて、今回は何が取れるのでしょうか。ここからは宝石の取り外し作業です。爪で留められているものは工具で爪を起こせば簡単に外せます。企業ロゴが入った指輪も小さな石がたくさんついてましたので、一粒ずつ取り外します。おそらくキュービックジルコニアといった人工石だと思いますが、こうして見ると結構綺麗ですね。何より自分で取り外すとちょっとした発掘気分が味わえます。温めて外す宝石。次は接着剤で留められている宝石を外します。代表的なのは真珠やサンゴなど、耐熱ガラス製のコーヒーポットに入れてお湯を注いで温めます。熱で接着剤が緩む性質を利用するんです。できるだけ傷をつけないよう丁寧に取り外します。これは時間のかかる地道な作業です。これで全ての作業が終了。いよいよスクラップがいくらで売れるのか。査定結果の発表です。査定結果発表。シルバー 950 7.4g 1010円。シルバー 900 16.3g 2100円。シルバー850 29.6g 3400円。品位の不足でシルバー800の査定に格下げです。カフスのパーツ 51.9g。 このままでは売れないので保留とします。シルバー925 242g 32,000円。合計38,510円。いかがでしたか？エンディング。今後もジャンク品から価値を見つけ出す動画を投稿していきます。もし面白かった、役に立ったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。